こんにちは。西洋苔園の苔見沢です。今日はこちらにあります小柳万年草の苔テラリウム作品の新芽がかなり伸びてきまして、でその、新芽の処理方法ですとか、メンテナンスをやっていきたいと思います。小柳万年草を苔テラリウムで楽しまれている方で、小柳万年草のメンテナンス方法に悩まれている方はぜひ今回の動画を参考にしていただければと思います。それでは早速メンテナンスをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それではですね、こちら、各種小柳万年草を使った苔テラリウム作品をご用意しました。で、こちらはですね、西洋苔園で販売しております小柳万年草の岩ですね。小柳万年草を石に活着させて、苔テラリウム作品として楽しむ作品になります。で、これはですね、地元の百姓百品さんというですね、産直があるんですけれども、そこで西洋苔園の苔テラリウム販売しております。で、その在庫分のものなんですけれども、随分と、伸びてきて、で、新芽もかなり増えてます。それでですね、今日こちらのメンテナンスからやっていきたいと思います。小柳万年草はですね、新芽を出すと、このように親株がですね、茶色くなってしまうということが結構あります。これだとですね、たくさん新芽が出ておりますけれども、親株が新芽を出すと茶色くなっていきます。小柳万年草を育てていて、苔テラリウムで楽しんでいるとですね、このまず元の株が茶色くなっていくというですね、そういう現象でまず悩まれる方が多いんじゃないかなと思います。続いて、この新芽が順調に伸びてきたんですけれども、この容器の上にですね、このようにつかえてしまって当たってしまうというような感じ、お悩みとしてあるのかなと思います。まだですね、このうまくお辞儀をしてくれて枝がですね、綺麗に生えてくれればいいんですけれども、例えばこの2つの株のようにですね、上にですね、だいぶ当たってきて、形がちょっと変わってきてます。まだ枝は伸びようとしてるんですけれどもですね、例えばこちらの株なんかは、もう上に当たってですね、行き場がなくなって折れ曲がってくるくる回り始めてます。こういうトラブルも小柳万年草よくあります。この対処方法をこれから解説をしていきます。まず、なんで上にですね、当たるぐらい伸びてしまうかというとですね、小柳万年草、この容器はですね、とても育成に合ってるものなんですけれども、小柳万年草の株自体が、その前の世代の株よりも上に伸びようとするというかですね、そういう性質を持っています。自生する小柳万年草は、本来落葉樹の根元とかに生えている場合が多いので、上からどんどん秋になると、落ち葉が落ちて堆積していきます。で、堆積した小柳万年草が埋もれていくので、堆積した落ち葉で小柳万年草が埋もれていくので、その埋もれた上にまた新芽を出すというような、そういうメカニズムがありまして、そういう特性を持ってますので、次の世代を迎えた小柳万年草というのは、上に伸びやすいという傾向があります。で、これは徒長とはまた違うんで、順調に育っている証拠でもあります。ただですね、これ上につかえてしまって綺麗に葉が伸びていかない、展開していかないというのは、ちょっとやっぱり育てていてですね、残念な感じになるので、これをですね、対処していきましょう。で、やはりですね、上にもうつっかえて、この曲がってしまったような株はですね、これはもう切るしかないんですけれども、上手にですね、上に当たっても上手にお辞儀をしてくれて、そこから綺麗な葉を伸ばしてくれることがあるんですね。例えばこちらのこの作品なんですけれども、上につっかえつつも、ちゃんとお辞儀をして、綺麗に枝が出てきてくれてます。こういう場合はですね、このまま育てていっていただければと思いますけれども、で、このように、やっぱり折れ曲がってくるくる回り始めると。こういう株はですね、ちょっとやっぱり育成不良になりますので、切るしかないですね。ですので、こういった場合どうするかというと、もうくるくる回り始めた株は、もう一番下の根元から切っちゃうというのが一番いいですね。ちょっと見てみましょう。もう本当に根元、一番下の根っこのところで、
切ります。もう土に出てるところですね、そのまま切っちゃいます。根元から切っちゃいまして、これ、切っちゃうとこのようにですね、石に活着してた花根とかもあるんですけれども、このように取れます。で、これをですね、半分ぐらいの大きさがいいかな。ちょっと長すぎるとですね、また元気な枝が伸びてくるんで、これぐらいちょっと細かくしてですね、また巻き苔しておくと。こういう感じで置いておくと。中に伏せておくのがいいでしょうね。こちら先ほど切り落とした枝ですね。これ2つあります。枝がありますけれども、ここにありますね。はい、この2本枝があります。はい、この枝をですね、もう切ったものを伏せておくという感じです。はい。そうするとまたですね、次の季節、芽吹きの季節、秋かな。順調に今の時期でもですね、今6月頃なんですけれども、まだ間に合えばですね、そのまま芽吹きが始まります。はい。でもし間に合わない場合もですね、特に気にせずにですね、また次の秋までですね、待っておけば新芽が出てくれるので、その新芽が出てくれるのを願っておきましょう。でこういったちょっともう成長が止まってしまっているものですね、こういう枝もなるべく根元から切りましょう。たらこれもそのまま伏せておくというのがいいですね。ちょうど良いサイズでこのようにね伸びてくれる株があるとちょうどいいんですけどもね。あとは新芽が出た後のこの茶色くなった親株ですね、これもちょっと気になるんでもう切っちゃいましょう。パチッと、はい、これもですね次の世代の芽がまた出てくれるのでそれを期待しましょう。でこの枝をですねこのまま伏せるときは、茎伏せにするときはこの成長点を切っておくという感じです。はい、それでこちら取り外してこの本体の方ですね茎伏せしておくというのがいいと思います。ただですねこの茶色くなった枝葉はカビが出やすいのでそこだけ注意してください。茎伏せした後にカビが出てきたらすぐにもう取り除くというふうなことをしてください。こちらのですね取り外した成長点をカットしたこの枝、これもですね茎伏せしておくともちろん芽吹くんですけれども、どちらかというと茶色い方が多くてこのカビになりやすいのでこれはちょっともったいないんですがもう捨てておくのがいいと思います。で同じようにこの茶色くなった株ですね、これも別にそのままのけておいてもいいんですけどもう茎伏せにしましょう。ポチッと、はい、で成長点をカットした状態で伏せておくということですね。でこの先は捨てるか、もしね別の容器があればこれだけまた巻いておくと新芽が出るんで別容器で育てていくっていうのもいいかもしれません。続いてこちらのこの枝もちょっと茶色くなっているので根元からねいきましょう。よいしょ。はい、根元からカットしたら成長点をカットしてでこれを茎伏せしておくと、そうするとまた芽が出てくれます。あとねいい感じでこのまま枝が伸びそうなものは残しておきます。このカットした枝は他の別の容器で育てるのもいいんですけれども、この溶岩石があればですね、溶岩石に巻きつけたりして着生石に
して楽しむといいかもしれません。はい、続いて他のものも同じようにメンテナンスしていきます。茶色くなったものはですね、売り物としてはちょっとお客さんびっくりされるんで、あれこれ枯れてるんじゃないのということでびっくりされるんで、これはカットしてリメイクしてまた売り場に戻していくというふうなことをしています。よいしょ。で、本来はですね、茶色くなっても苔は死んではないんで、ご自宅で楽しまれている方はですね、トラブルがない限りは茶色い株もそのまま残しておかれるというのがいいのかなと私は個人的に思います。高野万年草の栽培をしている苔農家の視点で言うと、この茶色い株も生きてますんでね。で、新芽が生え変わって、親株が茶色くなっていくというその自然のサイクルですね。それも楽しんでいかれるというのがいいのかなとは思いますが、その初めの状態ですよね。もう商品として買う段階でまだ茶色いのを買うっていう気にはならないと思うんで、そういう場合はね、売り物としてはメンテナンスをしていきたいと思ってます。ここの芽吹きとかすごいですよね。一株から何本出てる ?1、2、3、4、5。多く芽吹いてますけど、そんなに葉は展開してないですね。ちょっと水をあげて。親株の茶色い葉がこんなにカットできました。これは私はですね、さらに細かくして着生紙に活用していきたいと思います。で、親株だいぶカットしたら寂しくなってくる感じなんで、これもそうですね、ちょっと寂しくなった感じしますんで、ここにですね、綺麗な新芽お持ちしてます。これをですね、移植してあげましょう。これをちょっと足してあげる。ちょっと増えた感じがしていいですね。あんまりね、岩にくっつけちゃうと岩に葉が取り付いちゃう可能性があるんで、もうちょっとね外したいなとは思うんですが、あとはもう成り行きでいいでしょう。こんな感じでね、ちょっと何本か付け足したいと思います。はい、こんな感じでちょっと付け足しました。小屋の万年草ですね。茶色い株はちょっとなるべくカットして除去して付け足しました。で、そうすることで、見た目も良くなりまして、商品としてはこのまままた売り場に戻っていただけるかなと思います。で、ご自宅で育てられている方は、なるべくですね、茶色い株も楽しんでいただいて、その次の新芽が出てくるのをね、楽しんでいただきたいなとは思います。はい、こんな感じで、一通りね、高野万年草の岩の作品のメンテナンスが終わりました。あとはね、ちょっと藻が出てたりするので、後ほどきれいに藻も拭いて取り除いて売り場に戻していきたいと思います。こんな感じで皆さんのお手元にある高野万年草の岩のメンテナンスですね、していただければと思います。上につっかえてしまっている株はですね、もう本当に巻き始めたら、カットして、茎伏せしておいてあげてください。茶色い株はですね、ご自宅のものはトラブルが出なければそのままにしておかれるといいかなと思うんですけれども、カビが出てきたりとかですね、やっぱ見た目がどうしても気になるよという方はこのようにね、茶色い部分親株はカットして
成長点カットして茎伏せにしてもいいですし、このように取り出して、この取り出したものもこれもですね、まず生きてますので、また巻き苔にするなりですね、溶岩石に巻きつけておくと、そこからまた芽が出たりとかして、高野の万年草の活着石ができたりとかしますので、ご活用してみてください。はい、続きましてメデルシリーズのオオカサゴケと高野の万年草の混合のパックですけれども、こちらもですね見ていきましょう。でこの蓋を外すとですね、やはり高野の万年草がもう上につっかえて、この辺はですねちょっともうだいぶ、上につっかえすぎてるんで切ろうかなと思いますが、これはですねうまくお辞儀してちょっとこのまま様子を見たいなという状況なので、これは残して、これはちょっといろいろ出てますけれどもカットして巻き苔にしたいと思います。あとこの親株ですね、茶色くなってる親株、これはもうカットして混み合いすぎてるので除去しようと思います。あとオオカサゴケはですねいい感じで全部育ってくれてるみたいなので、これはそのまま残しておこうかなと思います。ではやっていきましょう。まずはこの小枝万年草たちをですね根元の方からバツッと切ります。この親株からいこうかな。これも根元から切っておきましょう。混み合ってきてるのでこの親株も切ってみましょう。バツッとこんな感じですね。あとこの辺の巻き苔にした株はちょうどいいサイズで伸びてくれてますんで、このままにしておきましょう。あとオオカサゴケもこのままにしておきましょうね。この新芽が出て伸びすぎてしまった株ですね、これを途中でバッツリ切ります。半分にします。はい、この状態、これでちょっと巻き苔にしておきましょう。結構本数あるんで全部巻いちゃうとまた次の芽吹きで大変になりそうなので、半分ぐらいにしておきましょうかね。はい、はい、こんな感じですっきりしました。元の親株はですね取り除いて、で新芽、伸びすぎた新芽の株をカットしました。でこの株ですね、ちょっと上つっかえてますけれども途中枝が伸びて、でこのまま大きくなってくれそうなので、このまま様子を見守りたいと思います。それではですね、最後水をしっかりかけてあげて容器をきれいにして、はい、それでかぶせておきます。それではですね、小屋万年草の作品のメンテナンスで、上に伸びすぎたものをどうするかというところと、植え替えですとか、あとは元の親株、茶色くなって変色した親株をどう処理するかですとかですね、そういったところを解説させていただきました。で今回メンテナンスでこれだけ親株の除去したものですね、これは私はまた巻き苔にします。で別にそのまま捨てていただいても結構ですし、余裕のある方は巻き苔して増やしてみても楽しいかなと思います。でこのようにですね、綺麗な株を付け足したいなと思われた方はですね、このようにまた付け足しでさせていただくと、いいかなと思いますし、取り除いてだいぶすっきりした混み合っていたものをすっきりさせて、また伸びてくるのを待って、その育成を楽しむというのもいいかなと思います。それぞれの小屋の万年草の岩とメタルシリーズ、小屋の万年草のメンテナンス方法をご紹介しました。皆様もね、同じような症状で悩まれていた方は同じようにね処理していただくといいかなと思います。それではですね、また長くこの小屋の万年草の作品を楽しんでいただければと思いますので、今後もまた何かねお困りごととか、ご疑問などありましたらいつでも、LINE とか Twitter とかですね、コメントでもいいですしいただけるとまたコンテンツにもできますし、その都度アドバイスもできるかなと思います。はい、それではですね、この動画良かったなと思われた方がいらっしゃればぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。それで、チャンネル登録がまだの方いらっしゃればですね、ぜひチャンネル登録もしていただきますと大変ありがたいです。はい、
それではですね、今日の動画は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。次もですね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、製薬保険国見沢でした。それでは失礼いたします。さようなら。ありがとうございます。